一番やっぱ大きなきっかけは米山舞さんたまたま見つけてうちを見つけていただいて、で、やっぱその展示を見られた方がそもそもこんなの見たことがなかったっていう方とかから結構おおすごいなって前に。When you think of printing digital art, you might imagine this. But in Japan, printing digital art looks like this. This is UV printing. Used by many top illustrators as a way to give their digital art a physical form with depth and texture. I've been seeing this for years, and yet no two work feels the same. In 2025, I stumbled upon this exhibition. A collaboration between 20 artists, 20 designers, all using the same method. But once again, each piece tells such a unique story. Just how did they do this? Or more importantly, who did this? As I dug deeper, two names kept showing up. Shoei and FLATLABO. The latter I've been following since 2022. I've even tried recreating their work in the past. So if I want to know exactly how these works are made, why not just ask them for a visit? So painfully introverted, no plans, and broken Japanese. I somehow sensed that email. Holy sh... はい、私の名前は坂口龍介と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。So for the first time on this channel, we'll go behind the scenes, showing you how these incredible prints are made and how normal artists like you and me can create one too. もともとは写真のプリントの仕事をしていて、これまですごく平面的な写真とか、それこそインクジェットプリントとかで、平面の状態でやっぱりプリントすることばっかりだったんですけど、UV プリンターが、入ることによって表現の可能性がものすごく増えたっていうのがやっぱり、選択肢が増えるっていうのがかなり今回のなんていうんでしょう UV プリンターの登場によってっていう感じですかね。はい。UV 印刷は他の印刷方法と比べてどんな特徴がありますか？そうですね、特徴やっぱり一番大きなのはどんな素材にでも一応プリントができるよっていうところが一番強いですかね。そうですね。そうですね。ミラー系の素材とかにもプリントが、できるところっていうのも結構特徴の一つかなと思っています。プリントの方法も結構今積層のお話ありましたけど、それ以外にも艶を出したりとか。そういうような表現とかもかなりいろいろできるので、その辺が本当に UV プリンターの可能性だなと思っています。気になるんですけど、どんなきっかけでこんなに多くのイラストレーターさんから頼られるようになったんですか？本当に一番やっぱ大きなきっかけは米山舞さんという超有名なイラストレーターさんが、たまたま見つけてうちを見つけていただいて、展示をされてっていう感じになってます。で、やっぱその展示を見られた方が私もちょっとこれやってみたいとか、そもそもこんなの見たことがなかったっていう方とかから結構やっぱお問い合わせをいただくようになって、僕は2023年でしたっけ、京都のトリプル S の、リアライズ展の京都版がありましたね。めちゃくちゃ感動しました。ありがとうございます。本当に多分普段はね画面とかスマホとかで見てたものがやっぱり結構大きくもなるし、で凹凸もあるし、なんか素材もいつもと全然違うものに僕も毎回いただくときはデータで見ていて、でもちろん素材はもう別なので別で見ているんですけど、やっぱ組み合わさったときに結構おおすごいなって前にやっぱちょっと驚きがありますね。結構ねご覧いただいてるみたいで大ファンです。いやありがとうございます。そう言っていただいて。特に印象に残っているのは大輝先生の積層。そうですね。積層。これは一番気になっています。どうやってそういう表現になるのか、データはどう準備するんですか？そうですね。一番簡単に作ろうとすると、そのままの元々のオリジナルのデータを白黒にしてあげる感じですね。印刷なので
白から黒までのグラデーションですよね。インクが乗るところが例えば黒い、インクが乗らないところは白いみたいなことになるので、はい、そういうはフォトショップでできそうですね、はい、分かってる方だと本当になんか数秒でできちゃうぐらいの、はい、処理になっています。一番簡単にやろうとすると本当にそのイメージを白黒にしてあげただけでホワイト版は作れます。ただやっぱり大樹さんみたいにかなり複雑な白版になってくると、本当に上の話ではあるんですけど、本当にやっぱり2枚絵を描いているようなつもりになっているそうですね。本当に普通に見る時のカラー用の版と凹凸の版っていうのがやっぱりものすごい手を加えられているので、全然違う絵をもう一枚描いてるなっていう気持ちになられてるんじゃないかなと思います。はい、一応イラストレーションのファイル持ってきましたけど、データがあります。了解しました。じゃあ、サンプル見ていただいた後にちょっと実際の機械でプリントしてみましょうかね。お願いします。ありがとうございます。So FLATLABO gave me the chance to print my own art. As someone who've been following them for years, I was really excited. So I drew this illustration beforehand. Since I had done something like this before, I just split them up like usual and gave that to Sakaguchi-san. I feel stupid saying this now, but at the time, I didn't realize how much this one decision would essentially shape the final outcome. そうですね、結構、方法はいろいろあるんですけど、やっぱり一応おすすめしているのがやっぱこちらに来ていただいて、ね、その方がやっぱりなんとなくなんですけど、やっぱり最終的な仕上がりのクオリティはかなり上がると、僕は思っています。はい。Not to undermine the final results, but because I prepared the files on my own, I overlooked things like ink disappearing, which could be easily fixed by lowering the whites, or how I missed out the opportunity to try complex layering since I didn't know about it in the first place. I kept wondering what my prints could have looked like if I were to talk to them more beforehand, but this was part of my learning experience. I'm sure the artists I admired weren't just sending files, they were shaping the prints together. 今回よいしょ、この辺こういうちょっとメタリックっぽいのにやってみます。はい、はい、わすごいですね。よいしょ。じゃああっちにプリンターがあるのであちらでお見せします。実際見るとでかいですね。大きいでしょう。そう。But before the actual prints, Sakaguchi-san showed us a quick demo. では動きます。うわ。ちょっと紫色に光ってますよね。あれがUV です。はい。もう乾いてます。あ、一瞬ですごいですね。はい。よかったら触ってみて。わあ。So dry, it's so fast. ついてないですね。そう。Like one stroke. Yeah. さて、ではちょっとプリントを進めていきます。はい。で、紙をセットしてあげます。こちらでプリントデータをちょっと調整していきます。見えますかね、ここにホワイトアンダーっていうのがあるので、これは、カラー画像より下にプリントをするものを調整しようかなと思っています。こういうホワイトも入れるし、こういうホワイトも入れるしみたいな感じになってます。で、もう一個、バーニッシュですね。で、いろんな艶の出し方も実は何種類かあって、一番ツヤツヤにするのがこのグロスをドロップするっていうドロップグロスって呼んでるんですけど、これが一番ツヤツヤになるので、今回はちょっとこれでやってみようかなと思います。はい。で、プリントボタンを押すとプリントデータができますよという感じになっています。はい。では一番下に敷くホワイトを一回まず打ってみようかと思います。はい、かっこいいフォト。かっこいい。巨大な生き物みたいな声。OK です。で、次ちょっと時間かかります。900% にします。9倍。なのでちょっと時間長いです。はい。はい。これまで一番難しかった仕事ってどんなものでしたか？
難しかったそうですね。結構全部難しいんですけど一番難しかったってなると、そういろんなこう要素を組み合わせたなっていうのが、やっぱり米山舞さんの愛の展示の時の、アクリルレーザーカットしたアクリルにプリントして真ん中のこう組み合わせてみたいな作品があったんですけど、あれが一番難しかったかなとは思いますね。これは僕らフラットラボって名乗ってて平面の作品しか作ってないはずなのに、もう立体の作品になっていて作るのはすごく楽しかったんですね。はい。OK。終わりました。ホワイトが。はい。次カラープリントに入ります。はい、いけそうですかね。はい。凹凸ができてます。どうですか。いい感じ。OK。じゃあ次カラープリントします。カラーは1回だけ。カラーは1回ですね。早いですよ。さっきのに比べると。じゃあ艶出ししていきます。はい、お願いします。This one is the final one. It's gloss, so it will, I selected the line art of this picture, and it will create like glossy ink. ファトラボのサービスは誰でも使えますかね。たくさん気になる視聴者があって、でもこういうサービスはないだと思いますので。ですね、ちょっと完全に明確にサービス化はしていないんですけれど、一応英語ができるスタッフがいるので、問い合わせを例えば弊社のホームページから問い合わせをいただいて、英語で送っていただいてもなんとかは返信ができます。プリントももちろんできますし、ただやっぱり少し作品に対しての会話みたいなのがやっぱちょっと難しいところもあるかなっていうところは正直あるんですけど、一応海外発送もできるので、なんとかはなります。はい、わかりました。校舎プリント終わりました。どうでしょうか。よかったら見てみてください。わー、かなりそうない。わー、すごい。よかったです。わー、すごい。このミラーみたいな。The printer was impressive. The color, the quality, the functions. But at the end of the day, it's the collaboration that truly mattered. It's what really brings these works to life. And I think that's the real reason why so many artists in Japan choose to print their work this way. はい。ありがとうございます。いえ。ありがとうございます。じゃあこれをちょっと包みましょう。すごいしか言えない。お疲れ様でした。じゃあちょっとあちらに戻りましょうか。そうですね。さっき誰でも注文できますかっていうようなお話いただいたんですけど、結構やっぱりなんか私でも注文して大丈夫ですかって最近聞かれることが、結構多くなってきて、そこが僕の心配の一つなんですけど、誰でも大丈夫です。本当に A4 サイズ1枚からプリントの注文できるので、ぜひ問い合わせだけでもいろいろいただければ、大丈夫だと思いますので差し上げます。ありがとうございます。ありがとうございます。わあ、嬉しい。よかったです。そう言ってもらえます。最後に視聴者に伝えたいことありますか。カメラ目線でいきます。カメラ目線でいきます。そうですね。UV プリンターは結構可能性がいっぱいある、プリンターになっていると思うので、何かいいアイディアがあったらいつでもご相談いただければ、なるべくいい感じに形にしていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。